はい、皆さんこんにちは、たまきです。今回の動画はですね、アメリカの大学で4年間アートを学んできた私が、もう皆さんが持っているであろうアートのなんでやねんを全部この動画で解説したいなっていうふうに思います。今回解説していくことが大きく分けて3つあるんですけど、まずアートってそもそも何なのかっていうことがまず1つ目で、2つ目がアート作品ってなんであんなに高いのっていう疑問ですね。で、3つ目にどうやってアートって見たらいいのっていう、この3つの疑問について10分で全部解説していこうというふうに思います。では、早速いきたいと思います。で、まずアートってなんやねんっていうことなんですけど、アートイコール表現方法の発明という風に思ってもらったらいいんじゃないかという風に思います。エジソンが電球作ったりとか、ライト兄弟が飛行機を作ったりっていう風に何か今までなかったけれども新しいものを作るっていうのがアートの一番基礎の部分であるということをお分かりいただきたいです。で、発明は発明でも表現方法の発明ということなんですけれども、これには大きく分けて2つの意味があります。で、まず1つ目は何を表現するかです。で、何を表現するかっていうのは、頭の中にあるアイデア、例えば自分がどんな気持ちであるとか、どんなことを考えているのかであったりとか、こういうものに興味があって、私はこれを表現したいっていうのが、まず一つです。で、もう一つが、その考え、伝えたいことっていうのを、どうやって表現するかっていう技術の部分、アウトプットって言ったりもしますけれども、これも表現方法の大事な軸の一つです。なので、例えば絵画を使ってみようかとか、彫刻を使ってみようか、それとも動画を作ってみようかとか、そういう風に媒体を選んだりとか、あとはその動画作るにしても正方形にしてみようかとか、長方形にしてみようかとか、動画の長さを30秒にしようか、1時間にしようかっていう風に、どうやって表現するかっていうのも大事なポイントになってきます。で、もう一つ大事なところがあって、その表現方法の開発っていうのだと、例えばデザインであったりとか、工業とか、そういうものづくりっていうものに全て当てはまってくるかと思うんですけれども、アートの一番独自な部分は、例えば企業でそういう新しいものを作ったりとか、するっていう風になると、原材料費がこれだけかかるから、これだけ利益を出さなあかんとか、あとは顧客の人がこんな製品を求めてないから、こんな商品作っても意味ないよとか、企業はこういうイメージを持ってるから、こんな商品は絶対売り出せないっていう風に、すごいいろんな制約があるんですけれども、アートはそういう制限っていうのを取り払って、自分が表現したいものを表現したいように表現するっていうのが、アートがデザインとか他のものづくりとは違って、とても独自な部分になります。なので、逆に悪い面で言うと、お客さんっていう存在を意識することっていうのと、お金を儲けるっていうことはあんまり意識してないので、美術館で皆さんが見ているものは何かっていうと、例えばですけど、新商品でもう簡単に汚れが何でも落ちて、さらに手荒れもしないような、すごいいい洗剤が出まして、こういう成分が入ってて、さらに手荒れもしないっていう風に、パッケージのデザインとかで皆さんに、この商品がどれだけすごいかっていうのを説明して、どれだけ皆さんに魅力的に思ってもらえるかっていうのに、表現っていうのが使われているわけなんですけれども、アーティストの方々は一般的にこれを売ろうとか、そういう目的でそもそも作っていないことが多いので、簡単に言ってしまえば、その液体そのものを飾って、どうこの発明すごいやろって言ってるようなもんなので、やっぱり見た目としては、パッと見だと、なんやこれっていう風に分かりづらいアート作品が多くなってしまうっていうのがアートの悪いところでもあります。次に、アート作品がなんであんなに高くなるのか、その理由についてお話ししたいんですけれども、有名なアート作品っていうのは1億とか2億とか10億とか、そんなすごい値段がつくこともあったりするんですけれども、以前動画で紹介したんですけれども、このようにアート作品がすごい高値になったっていうのは結構最近になってからのことで、なんでかっていうと、不動産とか投資の対象にして、例えば安い時に土地を買ってで高くなったら売るとか投資っていうものがあると思うんですけれども、アートも近年になってから安い時にアート作品を買っといて、そのアーティストが売れて有名になった時にその作品を売ったらお金儲けできるやんって気づいた人がいっぱい増えてきてしまったので、あんなにアートの値段っていうのがすごい高くなってきてしまっているわけです。
で、さらに、そのアーティストの方の技量であったりとか、凄さっていうのを表す1級2級とか、免許証とか、証明書っていうのがないから、すごい、なんでそんな高くなってるんっていう風に思ってしまう人が多いと思うんですね。なので、アートを買う人っていうのは、そのアーティストであったりとか、作品の凄さっていうのを自分で判断しないといけないことが多いわけです。で、やっぱりその判断基準っていうのは主観になってくるので、主観で作品に価値を置いていくわけなんですけれども、最後、3つ目に、どういう基準でその価値が決められているのか、どういう風にアートの価値を見ていったらいいのかっていうのをご説明していきたいと思います。大きく分けて私は2つあると思っていて、まず1つ目が表現方法の発明がどれだけ革新的で社会に影響を与えたかっていうのをまず考えてみてほしいなっていう風に思います。で、例えば、エジソンっていうのは電球を開発したわけですけれども、エジソンはその電球っていうのを何もなかった状態から作り上げたわけなので、すごい革新的ですよね。それに比べて、エジソンが作った電球を小型化したりであったりとか、エジソンの発明に基づいて新しい発明をした人っていうのは、やっぱりエジソンに比べて知名度が低くなったりしてしまうのかなっていうふうに思います。アートで例えてみると、現代でとても高く認知されているアーティスト、例えばピカソであったりとか、モネであったりとか、ゴッホっていうの皆さん聞いたことあるかと思うんですけど、あの人たちは何が共通しているかっていうと、みんな抽象画の画家さんなんですね。で、それがどれだけ革命的だったかっていうと、そのピカソとか抽象画の以前の人たちは、その景色とか人物とか見たままの風景をどれだけリアルに描けるのかっていうのが一番大事だったわけなんですけれども、ピカソであったりとかっていうのは目で見たままリアルに表現するんじゃなくて、自分の感情とかに基づいてその風景とかを変形させて描いた方が自分の気持ちとかその風景に対する思いであったりが伝わるんじゃないかっていう風に考えたんですね。それってすごい表現方法の中ではすごい革命的だったわけなんですね。なのでやっぱり現代ではピカソとかモネとかゴッホっていうのがすごい有名で評価されているわけなんですね。二つ目なんですけれども、その発明っていうのをどれだけうまく形に表すことができているかっていうのが二つ目のポイントです。で、例えば皆さん日常生活でこんな商品あったらいいのになとか、こんなサービスあったらいいのになとか、いろいろ新しいアイデアっていうのが思いついたりすることもあると思うんですけれども、一番難しいのってその頭の中にあるアイデアっていうのをちゃんと商品にしたりとか、本当にサービスにしたりであったりとか、目に見えるものにするっていうのが一番難しいところなわけです。なので先ほどの話でも、ただただ見た景色をリアルに描くのってもうなんか面白くなくないって思ったとしても、それをちゃんと形にして抽象画を作るっていうところまでができている人っていうのが評価されるべきなんですね。そのアイデアをどれだけ実際に綺麗に形にできているのかっていうのがアートを評価する上で大事なポイントになります。例えば今現在だとバンクシーがすごい人気なんですけど、バンクシーは何がすごいかっていうと、例えば貧困に反対したり、戦争に反対したり、社会問題をアートのテーマにしてることが多いんですけど、そういう問題って、例えば戦争ってなんで起こってるのとか、貧困なんで解決せえへんのとか、結構すごい複雑な問題だったりするんですね。で、そういうのに反対するっていうのを示すときに、バンクシーはすごいシンプルな絵で、最小限の文字を使って誰にでも理解できるように、貧困とか戦争であったりとか、複雑な社会問題とかを絵としてまとめて表現しているので、そういうところがやっぱりアーティストとしてすごい評価されているところなんじゃないかなというふうに私は思います。で、ポイント1と2のどれだけアイデアが革新的かっていうところと、どれだけ複雑なアイデアをうまく形にできているかっていうポイントは、やっぱり作品をただただ見ただけではわからないので、美術館に行った時は下にある説明を読んでもらったりとか、さらにもっとその作品を理解するためには、例えばバンクシーがどんな生い立ちで育ってきたのか。例えばバンクシーがすごいボンボンの家庭に生まれて落書き行為をしているっていうのと、それともすごい貧しい家庭に育ってきて、落書きがある町で育って、落書きが自分の表現方法として一番身近だったから落書きを使ったっていうのでは、やっぱりその作品の価値であったりとか、皆さんの考え方っていうのが変わってくるかと思うので、アーティストについて深く知ることもアートの価値を理解する上ですごい大事だなというふうに私は思っています。
はい、こんな感じで皆さんが疑問に思ってるであろうアートって何なのか、なんであんなに高いのか、どうやって見たらいいのかっていうことについて解説したんですけれども、あくまでもこれは私の意見であって、一概にこれが全部正しい、当てはまるというふうには言えないんですけれども、最近アートに興味を持ち始めたとか、アートってなんなんキモいねんけどとか思ってる人も少しでも興味を持ってもらえるきっかけになるような動画になったらいいんじゃないかなというふうに思っております。では、ありがとうございました。